こんにちは。当チャンネルでは個人的に面白いと思った作品を紹介しています。今回ご紹介するのはタイ映画サッパルー、街を騒がす幽霊が元カノだった件。舞台はタイ東北部イサーン地方にある農村。出家して僧侶として暮らしていた主人公のシアンは元恋人のバイカーオの訃報を受け還俗します。バイカーオと会って話がしたいシアンは幽霊と会える方法をいろいろ試しますが効果はありません。ある日、村でただ一人の葬儀屋サッパルーにも聞いてみたところ、幽体離脱して死者の世界に行けば会えるとのこと。幽体離脱の方法を教えてくれと懇願するシアンに、葬儀屋の老人は息子と共に家業を継ぐという条件のもと、シアンに幽体離脱のやり方を伝授するのでした。一方その頃、村ではバイカーオの亡霊を目撃する住民が相次ぎます。ところが元恋人のシアンの前にだけ彼女は現れません。シアンはバイカーオの真意を確かめるため幽体離脱して死者の世界に赴きます。監督はティティシー・ヌアン。1996年生まれの新進気鋭の映画監督です。シー・ヌアン氏はこれまで主にミュージックビデオの監督としてキャリアを積んだ後、2018年に本作サッパルーの制作スタジオであるタイバーンスタジオプロダクションによる映画タイバーン・ザ・シリーズ2パート2に出演したことをきっかけに俳優としても活躍しています。2020年には映画タイバーン BNK48 で共同監督としてデビュー。本作サッパルーは単独での初監督作となります。本作はタイのアカデミー賞と呼ばれるスパンナ本賞で最優秀作品賞、監督賞など複数の部門で受賞。さらにタイ国内での興行収入は7億バーツ、約30億円と大ヒットを記録しています。本作はタイ東北部イサーン地方で撮影されましたが、監督もイサーン地方出身であり、監督が子供の頃から慣れ親しんできたイサーン地方の信仰、儀式、迷信といった文化が本作にも多数登場します。本作は死者の世界が登場するホラーコメディです。設定としては最近劇場公開もされた台湾映画奇才の道が似たような設定ですが、奇才の道は死者の目線から承認欲求という現代的なテーマを描く作品でした。本作サッパルーはタイ映画であまり取り上げられてこなかった葬儀屋をテーマとしていること、タイの地方コミュニティにおける信仰、死生観を描いた作品であることから、作品のコンセプトとしては2008年公開の日本映画送り人に近いものがあります。監督によれば本作はホラー映画として企画されたものの、ただのホラーでは面白くないと考え、コメディ、SF、ラブストーリー、人間ドラマの要素を取り入れることにしたそうです。本作で幽霊が出るシーンは怖さもありつつ、どこか笑えるような演出がされています。その背景には幽霊が出るからといって怖くしなくてもいい、笑えたり穏やかだったりしてもいいという監督の思いがあります。本作は基本的にホラーコメディですが、奇才の道と同じく感動できる要素もあります。特に本作のもう一人の主人公ともいえるジュートが良いキャラクターになっています。病気のため余命いくばくもない父親を安心させるためにシアンと共に葬儀屋の仕事に取り組んでいくのですが、次第に一人前の葬儀屋として成長していくジュートと、それを優しく見守る父親という構図には思わず目頭が熱くなります。本作の見どころの一つはすでに紹介している通り、イサーン地方の文化を学べる点にあります。劇中のセリフの大半はイサーン語で話されており、タイ国内で上映された際にはタイ語の字幕付きだったそうです。映画のキャストもイサーン地方出身者が多く、本作には地域固有の生活様式、信仰、儀式、迷信が物語に織り込まれています。例えば映画冒頭、妊婦であるバイカーオが自殺し、彼女の葬儀が執り行われるシーンがあります。このシーンでは死者の腹部を切開していますが、これは妊婦が亡くなった際には妊婦と胎児を別々に埋葬しなければ悪霊になってしまうとされているからです。また神聖なものとされているココナッツの果汁で遺体を清める処置、個人の親族が卵投げをして火葬場所を決める風習、
遺骨を並べた台座の四隅にココナッツと棒を置いて糸で囲うなど、さまざまな儀式が登場し、その際にはなぜそうするのかという理由が簡潔に説明されます。監督は幼少期から数多くの儀式を見てきたと語っています。本作にはそういった土着の風習についてありのままに描くことで、現実に存在する文化として理解してほしいという監督の思いが込められています。本作のもう一つの見どころは死者の世界の描写です。主人公シアンが幽体離脱を実行すると、砂漠のような場所で目覚め、そこからさらに水中に飛び込むと、死者が無言で歩き回り、椅子と藁人形が空中を漂う謎の世界に到達します。監督はマーベル映画のドクター・ストレンジのようなイメージだったと語っていますが、ハリウッド映画のような予算は当然ありません。そこで自身が大学で舞台を専攻していた経験を生かし、低予算かつシンプルな演出にしたそうです。その結果、CG に頼らない独特の世界を描き出すことに成功しています。まとめになりますが、本作ではイサーン地方における死生観がテーマになっています。遺体の処置から葬式までを担う葬儀専門職である葬儀屋サッパルーは、タイでは魂に最も近い人と認識されています。監督はさらに葬儀屋を遺族の心を癒す存在と捉えることで、本作において葬儀屋の仕事を通して死と喪失、そしてどう死を受け入れるかということを描いています。本作における幽霊は決して異形の怪物ではなく、日常の延長線上に存在する隣人なのです。また本作でシアンがバイカー王の死から立ち直る際、シアンの祖母が重要な役割を果たします。イサーン地方では両親が出稼ぎで家にいないことが多く、祖父母の下で育つ子供が多いそうです。本作でもシアンの両親は登場しません。こうした祖父母と孫の強い絆も本作の重要な要素となっています。なお本作はタイバーンユニバースと呼ばれる一連の映像作品の一つですが、本作だけで物語が完結しておりますので、他のシリーズ作品を見ていなくても楽しめます。本作は続編が2026年にタイで公開予定とのことで、日本でも公開されるのが今から楽しみです。今回の動画は以上となります。概要欄に予告編や参考文献のリンクを貼っておきますので、ぜひ予告編だけでもご覧ください。興味を持たれた方はぜひ劇場で本作をご鑑賞ください。それでは次の動画でお会いしましょう。